うん。正常なのはまっすぐでくっついてるんだけど、斜めに入ってるの。浮きが多分正常の方は、正常の方は置いてない。さっきトランクを閉めようと思ったらすごいガチャンと音がして、ここがさっきトランクを閉めようと思ったらすごいガチャンと音がして、ここが割れちゃって、ダンパーがしっかりはまんないくなっちゃったんだ。怖い。重い。新しいやつのこっちが浮かしといて。重い。いいね。ちょっとカメラが邪魔。よっこいしょ。これ外してきたダンパーなんですけど、これは外し方がその多分対策型っていうか、Amazon で買ったやつはここに金属バンドが貼ってあったんですけど、これはこうプラスチックになってて、ラジオペンチとかでこう挟むと押せるっていう形ですね。そうすると簡単にカコッと外せるようになるんですけど、これ左側か、これが右側だった。見るからに中がこう爪がないんですよね。こう挟んで押すと落っこっちゃうんですよ。で見ると爪がもうほとんどないんですね。4つ爪があるんだけど、1本、あと多分もう1個あったんだけど、また折れちゃいましたね、これ爪が。こういうところが
すぐ劣化しちゃうんだろうな。よいしょ。カチッと。このオリジナルの方はこっち側プラスチックですね。上側がプラスチックで、下側はこの金属バンドが貼ってあって、この金属バンドが内側でこのジョイントのボールの部分を加える形のこの刃が出てるんですよね。ここにマイナスドライバーを突っ込んでやってグッと上げるとこの刃が開くと。でジョイントのボールを挟むという形になってますね。両方ともこの金属バンド方式にしてあればこの割れることはなかったの。いや、こんなところが壊れるとは思わなかったよ。ものすごい強いダンパーでいくら押しても全く微動だにしないんだよね。いかにリアのドアっていうかハッチバックのハッチ部分が重いかですよね。これ一本外しただけでもう片方では支えられなくてバターンと閉まってしまうと、そんな状況だったみたい。なるほど。グリグリと入れて、入れると広がるんだ。左右の内側の爪が広がる。うわお、ちょっと力がいるけど、やってみよう。マイナスドライバー持っていきます。よいしょ。長さが悪いですけど、一本交換できた。正解は上をつけて下を無理やりはめる感じだった。なるほど、上から先だったんだ。
下から先にやるとダメだ、力が入らない。こっち来て。